水谷さんですね。今日はいい天気ですね。研究室の研究は順調に進んでいますか？気になったことがあれば何でも聞いてください。そうですね。実験は順調ではあるんですけれども、論文を書くのが面倒です。確かに論文は大変ですね。でも論文を書くことによって自分自身の考えを整理し、研究も進展すると思います。何かアイデアが浮かんだ場合や疑問点があったらいつでも相談してください。お互いに助け合って研究を進めていきましょう。ありがとうございます。確かに論文書くの大事ですよね。はい、その通りです。論文は研究成果を公表するための大切な手段であり、他の研究者との共同研究や新たなアイデアの発信にもつながります。まだまだ大変な作業が続くかもしれませんが、一つずつ進めていきましょう。応援しています。ありがとうございます。どういたしまして。困ったことがあったらまた気軽に相談してくださいね。水谷さん、お好きな食べ物は何ですか？そうですね。私はケバブが好きです。ケバブですね。美味しいですよね。私もケバブは好きです。特にラム肉のケバブが好きです。水谷さんはどのようなケバブが好きですか？そうですね。あんまりケバブの種類については詳しくないんですけども、秋葉原に行くとよくケバブ食べます。そうなんですね。秋葉原に美味しいケバブ屋さんがあるんですね。私も一度行ってみたいです。いろいろな種類のケバブがあるので、次回はぜひいろいろな種類のケバブを試してみてください。ありがとうございます。おすすめのケバブはラム肉のやつなんですかね？はい、私のおすすめはラム肉のケバブです。ラム肉は香りが良く、独特の旨味があるので、ケバブとの相性が抜群です。ラム肉のケバブはスパイスやハーブで味付けされていることが多いので、食べている時の香りも楽しめます。ぜひ試してみてください。そうなんですね。じゃあ食べてみます。ありがとうございます。どういたしまして。美味しいケバブが食べられることを願っています。また何か質問があればいつでも気軽に聞いてくださいね。こんにちは、水谷さん。今後必要なスキルについて何か気になることはありますか？私たち研究者としては常に新しい知識を身につけることが重要だと思います。そうですね。プログラミング技術だけじゃなくて、その人工知能をどうやって活かしていくかっていうのも大切だと思います。確かにプログラミング技術と人工知能は今後ますます重要になってくると思いますね。ただ技術は人間が使うものなので、どう生かすかが大切になります。例えば人工知能を使って医療や環境問題の解決に役立てることもできるでしょう。また社会において重要な問題について議論し、技術を生かすための方策を考えることも必要です。そうですね。なので、その理系とか文系とかそういった、区分に関係なく、みんなが人工知能をしっかりどういうものかっていうのを把握することが大切だと思います。その通りです。人工知能は文系、理系問わずあらゆる分野で活用される可能性があります。そのため人工知能の基礎的な知識を持つことは、将来的に自分がどんな分野で活躍するにせよ非常に役立つことになるでしょう。また人工知能に対する理解を深めることで、自分が生活する社会や世界についても理解を深めることができると思います。